太陽に最も近い惑星。水星。太陽系で最も小さく、最も速く、最も極端な惑星です。もし人間が水星に足を踏み入れたら、何が起きるのでしょうか。まず、水星がどのような場所なのかを見てみましょう。水星は、地球から太陽までの距離のおよそ3分の1の位置にあります。直径はおよそ 4880km。地球のおよそ 38% の大きさです。月よりわずかに大きい程度です。衛星もなく、輪もありません。表面は月のようにクレーターで覆われています。およそ46億年前から数十億年にわたって小惑星や水星が衝突した痕跡です。最大の衝突盆地であるカロリス盆地は直径およそ 1550km。アメリカのテキサス州が丸ごと入る大きさです。水星は太陽系で最も速い惑星です。太陽の周りをわずか88日で一周します。地球は365日かかります。水星の公転速度は秒速およそ 47km。地球のほぼ2倍です。しかし自転は極めて遅く、地球の時間でおよそ59日かけて1回転します。このため、水星での1日、つまり太陽が昇ってから再び沈むまでの時間は、なんと地球の176日に相当します。水星では1年が88日なのに、1日が176日、1日が1年の2倍も長いのです。そして水星の空では、奇妙なことが起こります。水星の軌道は非常に楕円形で、太陽との距離が大きく変わります。最も近い時の公転速度が速すぎるため、水星の表面の特定の地点から見ると、太陽が昇りかけたところで一旦止まり、再び沈み、そしてまた昇るという現象が起こります。太陽系のどこでも見られない光景です。ここからが本題です。人間が水星に足を踏み入れたらどうなるのでしょうか。一つ目の問題は温度です。水星には大気が事実上ありません。地球の気圧の1兆分の1程度の極めて薄い外気圏しか存在しません。大気がないということは、熱を蓄えたり分散させたりできないということです。昼間、太陽に面している側の表面温度はおよそ430度まで上昇します。鉛が溶ける温度がおよそ327度ですから、水星の昼は鉛すら溶けてしまう環境です。ところが太陽が沈むと、逆にマイナス180度まで下がります。1日の温度差が600度以上。太陽系で温度変化の幅が最も大きい惑星です。宇宙服でも耐えるのが極めて困難な環境です。二つ目の問題は放射線です。地球には磁場があり、太陽から飛んでくる高エネルギー粒子を防いでくれます。水星にも磁場があります。太陽系の岩石惑星の中で、地球以外に固有の磁場を持つ唯一の惑星です。しかしその強さは地球のわずか 1% ほどに過ぎません。太陽風がそのまま表面に降り注ぎます。水星での太陽放射線の強度は、地球の 4.6 倍から最大 10.6 倍に達します。身を守る装備なしでは、短時間で致命的な被爆を受けます。三つ目の問題は重力です。水星の重力は地球のおよそ 38% です。地球で 70kg の人は、水星ではおよそ 26kg になります。最初は軽く感じるでしょうが、長期間生活すれば筋肉と骨が急激に衰えます。国際宇宙ステーションで無重力の中6ヶ月を過ごした宇宙飛行士が、帰還後に筋肉のリハビリに数ヶ月かかるように、低重力も人体に長期的な悪影響を与えます。水星にはもう一つ興味深い事実があります。北極と南極の深いクレーターの底には、太陽光が全く届かない永久影の領域があります。この場所の温度はマイナス180度以下に保たれています。そしてこの極低温の領域で、水の氷が確認されました。太陽に最も近い惑星に氷が存在するのです。この氷は数十億年前に水星や小惑星がもたらしたものと推定されています。一部の科学者は、この極地の永久影領域が将来の水星基地の候補地になり得ると見ています。しかし現実的には、水星は人類が定住するのに最も難しい惑星の一つです。極端な温度、強烈な放射線、大気の不在、遅い自転による長い昼と夜、火星が比較的穏やかに感じられるほどです。
これまで水星を訪れたのはマリナー10号とメッセンジャー探査機だけです。欧州宇宙機関と日本の宇宙航空研究開発機構が共同で打ち上げたべきコロンボが、現在水星に向けて飛行中です。結論。水星は、太陽系で最も極端な環境を持つ惑星の一つです。燃えるような昼と凍りつく夜。放射線と真空。奇妙な日の出と日没。人類が水星に足を踏み入れる日はまだ遠い先ですが、その荒涼とした過酷な世界は、今も太陽の最も近くでも黙々と公転を続けているのです。現実より面白い想像。ずっと気になっていたこと、ありませんか？コメントで教えてください。次の動画でお答えします。チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。